こんにちは、ずんだもんなのだ。この動画は前回の動画の続きなのだ。デッキの強みや動きが知りたい人は、概要欄から前の動画に行ってほしいのだ。ここでは、目次の3番から始めていくのだ。戦闘機のプレイングは難しく、状況に応じていろんなテクニックがあるのだ。ここでは抜粋して紹介していくのだ。まずは基本的なレイの効果の使い方なのだ。相手にレイが対象に取られた時、レイの効果はフリーチェンでリリースできるので、対象から逃げることができるのだ。レイの召喚時に G が打たれた時も、G の効果にチェーンして効果を使えば、ドローさせずに戦闘機リンクを出せるのだ。他にも、マルチロールやエリアゼロでレイを対象に取り、それにチェーンしてレイの効果を使えば、実質ノーコストで、マルチロールやエリアゼロの効果が使えるのだ。さらにバトルフェーズでレイの効果を使えば、レイの1500打点に加えて、戦闘機リンクでも攻撃することができるのだ。また、相手ターンにレイの効果を使い、雫を出すことができれば、エンドフェーズにサーチをすることができるのだ。このように、レイにはいろいろな使い方があるのだ。次に戦闘機の基本的な耐久方法も見ておくのだ。場の戦闘機リンクが破壊された時、墓地からレイが出てくるのだ。そしてレイの効果でかいのを出せば、相手モンスター1体を攻撃できなくさせるのだ。これが基本なのだ。ただし、相手モンスターの攻撃力によっては、打点を下げられる雫を出した方が良いこともあるので注意なのだ。戦闘機のライフの削り方なのだ。さっき説明した通り、バトルフェーズにレイの効果を使えば、レイからハヤテなどを出して、合計3000打点になる。勝負の決めどころではアクセスコードを出し、5300打点を狙うのだ。他にも、ウィドウアンカーで相手モンスターを奪うことを忘れてはいけない。何も考えずに相手モンスターを破壊し、アンカーで奪えるモンスターがいなくなり、勝ちを逃すなんてことがないように気をつけるのだ。ここでアクセスコードの出し方について触れておこうと思う。まずはチューナーとモンスターを用意し、ハリファイバーを出すのだ。ハリファイバーの効果でベーラーを出し、ベーラーとハリファイバーでセレーネをリンク召喚。さらにセレーネの効果でベーラーを蘇生し、ベーラーとセレーネでアクセスコードが出るのだ。この展開を戦闘機で強く使えるのは、ハリファイバーの素材となるチューナーを手札誘発として多く入れられることがあるのだ。加えて、シャークキャノンを使うことで、相手の墓地からウララ等のチューナーを自分の場に出すことができ、簡単にハリファイバーにつなげられるのだ。この展開で注意なのは、手札誘発をもらいやすいところなのだ。戦闘機で使うならば、相手の伏せカードがなく、手札誘発もないと判断できる状況で、切り札としてこの展開に入るのだ。シークの使い方を説明するのだ。シークの効果は使いやすい除外効果なのだ。破壊耐性があるモンスターをどかしたり、墓地に送りたくないモンスターをどかしたり、エクシーズモンスターを除外して素材を取ったり、いろいろと便利なのだ。リンク2なので、メインモンスターゾーンを開けるためにも、よく使うのだ。相手モンスターをアンカーで奪った時、エンド時に相手に返さないために、チークの素材として墓地に送ってしまうのだ。チークは盤面を整える有能なカードなのだ。ロゼの使い方を見ていくのだ。ロゼはレイがいない時に最低限の初動になるのだ。バトルフェーズに出てきて打点を追加することもあり、ワンキルの補助にもなるのだ。また、墓地にいる時に、チークでエクストラモンスターゾーンを除去できれば、ロゼが蘇生しつつ、相手モンスターの効果を無効にし、さらにリンク3へとつなげられるのだ。使い方が難しいけれど、1枚あると便利なカードなのだ。次はバーナーとジャミングについてなのだ。墓地に魔法カードが3枚以上あるとき、追加される効果というのは、対象を取らない破壊だということは、覚えておいてほしいのだ。対象を取られないカードは多数あり、バーナーやジャミングでなければ、打点の乏しい戦闘機が対処するのは、極めて難しいのだ。状況によっては、自分のカードを対象にバーナーやジャミングを発動し、相手カードを対象に取らない破壊をするということも、覚悟しなくてはならないのだ。次にマルチロールの強さを再確認してほしいのだ。エンドフェーズに魔法をセットする効果は、
説明が必要ないくらい強く、戦闘機でまずサーチしたいカードなくらいだけれど、もう一つの効果として自分の魔法にチェーンできなくなる効果もなかなかに強力なのだ。エンゲージや壺へのうららを防げ、確実に宿が取れるのだ。破壊効果を使った時もチェーンして効果を発動されたり、効果無効を使って免れたりできないのだ。そのため相手は妨害をここで使うしかないのだ。妨害を確実に踏める優秀なカードなのだ。霊や速攻魔法を対象に発動すれば実質ノーコストで効果を使えるのは前に説明した通りなのだ。続いて雫とマルチロールがある時の動きなのだ。特に先行1ターン目において雫の効果でアンカーをサーチした時、処理後にアンカーを雫などに使い、その後にマルチロールの効果を発動すれば雫でサーチしたアンカーをそのまま伏せることが可能なのだ。一妨害を用意する強い動きなのでぜひやってほしいのだ。ただしマスターデュエルの使用上、マルチロール発動後に戦闘魔法を発動していない、かつチェーン発動をオンに設定していることが条件なので注意しておくのだ。最後に奪うことは注意という話なのだ。アンカーやキャノンには相手モンスターを自分の場に出せる効果があるのだ。しかしその時には自分のメインモンスターゾーンが埋まってしまうのだ。そうすると他の戦闘魔法カードが使えなくなるのだ。相手モンスターを奪う時には統一チェーン上で他の戦闘魔法を使ってしまうなど工夫が必要なのだ。さて戦闘機のデッキ構築について説明していくのだ。戦闘機のデッキ構築は非常に繊細で数枚で勝率が大きく変わると思ってるのだ。ここだけは人の真似をするだけでなく採用理由やその枚数が自分で納得できるものにしてほしいのだ。前置きが長くなったけど、ここから個人的な僕のデッキ構築について話をしていくのだ。まずはデッキ全体として手札誘発、戦闘魔法、汎用魔法のバランスが大事になるのだ。前の動画で説明した通り、戦闘機は自由枠が多く手札誘発が多く採用できる。伏せた戦闘魔法と手札の誘発で同時に妨害できるのが戦闘機の強みなのだ。しかし手札誘発を増やしすぎるとデッキの魔法カードが減ってしまい、墓地に魔法カードを3枚貯めるのが難しくなってしまう。デッキの戦闘魔法カードはデッキのリソースということもでき、このデッキができる妨害数にもつながっていく。しかしマルチロールの効果により墓地の戦闘魔法カードは消費されていくため、墓地に魔法カードが3枚以上という条件を維持できなくなることがある。したがってアドソンせずにデッキを圧縮し、墓地に魔法カードとしてたまる汎用魔法カードが重要になるのだ。特に先行1ターン目でも無理なく使えるカードが大事になるわけなのだ。結果として個人的なデッキ構築はレイとロゼ計4枚に手札誘発12枚、戦闘魔法16枚、汎用魔法8枚になったけど、ここは個人で最適解を見つけてほしいのだ。それでは各カードの採用不採用理由を述べていくのだ。バーナーとジャミングを2枚ずつ採用したことだ。1枚ずつの採用が流行っているけど、1ターンに2回発動したいことがあったので2枚なのだ。強ドンで除外されても残りやすいようにもしてるのだ。素引きしても高校なら強く使うことができるのだ。エリアゼロも2枚採用しているのだ。これはマルチロールと合わせることで初動になることができ、その不安定なサーチ効果も含めてデッキの安定性を高めると思っているからだ。エリアゼロを2枚にすることでテラフォーミングとエリアゼロがかぶってしまうことがあるだろう。そこでテラフォーミングの選択肢としてチキンレースを採用しているのだ。成金ゴブリン同様にデッキ安くでき、フィールド魔法なのでマルチロールで墓地に送ることができるのだ。かなり使いやすいと思っているのだ。次は墓穴の指名者を不採用とした理由なのだ。墓穴の指名者は手札誘発を防ぐことができ、戦闘機ならばうららに対して使うことがメインになるのだ。しかし戦闘機は手札誘発に強い側面がある。わざわざ墓穴を使って止めたい盤面が少ないと思ったのだ。また墓穴で除外した手札誘発は
自分も使えなくなるというのもマイナスポイントなのだ。手札誘発を相手に打てるか自分に通さないか選ぶ盤面が来た時に、戦闘機の場合相手に打てた方が強いことが多いのだ。戦闘機とはいえ手札誘発を通したくない場面はあるし、単純に相手の墓地から除外できるのは強いけど、戦闘機では他のデッキほど必要性は高くないのだ。禁じられたひとしずくは不採用なのだ。一番大きな理由はコストで墓地に送るモンスターがいないからなのだ。手札誘発は全て打つだろうし、霊は展開に使うのだ。コストになりうる無駄なモンスターが戦闘機には存在しないのだ。かなり打ちづらいのだ。そもそも高校だとしても手札誘発が多い戦闘機は十分に戦えるのだ。ひとしずくを入れるのは過度な警戒なのだ。ニビルも不採用なのだ。わかりやすい理由としては邪魔になるということなのだ。ニビルでメインモンスターゾーンが埋まるので動き方に制限ができるのだ。もう一つの理由として腐った時に使い道がないということが挙げられるのだ。手札コストを使う魔法を採用していないので、使わなければずっと手札に居続けるだけなのだ。ウララやベーラーならば召喚してハリファイバーにつなげられるけど、ニビルは邪魔なだけなのだ。パンクラも今回は不採用としたのだ。直命や隙取れを割ることができ、打点にもなるカードなのだ。特に直命に対する回答なのだろうけど、制限カードの直命が発動した時に制限カードのパンクラを持っているというのは都合が良すぎると思ったのだ。デッキの魔法カードを増やしたいので安定性を下げるパンクラは入れたくないのだ。貪欲な壺は今回不採用だけど1枚なら入れていいとは思ってるのだ。墓地に手札誘発がたまりやすく、戦闘機リンクをあえて何度も行えば簡単に墓地を肥やせるからなのだ。ネックになるのは先行1ターン目に使えないことなのだ。今回は先行1ターン目に使えない魔法として他に羽根ほうきなどを採用しているので、これ以上採用できないということなのだ。同じく壺として金券の採用がされていることもある。ただドローできなくなる制限が厳しいと個人的に思っているのだ。デッキの安定性を上げるものではあるので採用しても良いとは思っているのだ。以上が戦闘機の紹介なのだ。何度も練習してデッキを理解し、自分なりの構築を見つけてほしいのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いするのだ。